コピコピーン。僕の名前はピコです。ピコーズのミッションは、ふるさとの明日をハックすること。僕の名前はピコです。それではスタートです。今日のミッションは3つあります。1つ目は、コマセ釣りでしっかり魚を釣ること。2つ目は、海の中の様子を水中動画で記録すること。そして3つ目は、釣れた魚を美味しく調理して最後まで楽しむことです。港を離れる前から今日はやることがいっぱい。でもこういう日ほどワクワクするピコ。今回の釣りはコマセ釣りが中心です。使うのはオキアミを入れたコマセ。仕掛けは天秤をつけた吹き流し仕掛けです。海の中にコマセの煙幕を作って、その流れの中に仕掛けをなじませていく。寄せて見せて食わせる。シンプルだけどとても奥が深い釣りです。今日一番狙いたいのはマダイ。あの綺麗な魚体とグッと突っ込む引きはやっぱり特別です。でももちろん海の中では思い通りにいかないのが釣りの面白いところ。もし味が来ても稲田が来てもそれはそれで大歓迎。今日はどんな魚が海の中で僕たちを待っているのか、そんなことを考えるだけで胸が高鳴ります。そして今日のもう一つの挑戦が水中動画の撮影です。使うカメラはインスタ 360X 今回はこれを水深50メートルまで対応した潜水ケースに入れて海の中の世界を撮影していきます。海の上から見える景色はほんの入り口。本当に気になるのはその元で何が起きているのかということです。コマセがどう流れていくのか、魚がどう寄ってくるのか、仕掛けの周りでどんな動きがあるのか、見えないからこそ想像してきた世界を映像として残せたら、今日はそれだけでも大きな一歩になる気がしています。今日のミッションを胸に湘南マリー中からいよいよ出船です。海の上の一日、どんな景色とどんな魚とどんな発見が待っているのか、ピコも最後までしっかり見届けていきます。それでは皆さん、今日の海へ一緒に出発しましょう。最初のポイントは相模川河口からすぐ近く、以前まだイが釣れた実績のある場所です。魚探を見るとそこの方にいい反応。これは期待できそうピコ。早速コマセ釣りをスタートします。するといきなりヒット。ピコピコピーン。水中ではコマセカゴが見えてきて魚がぐっと引き込んでいきます。この強い引き、まさにマダイの三段引き。なんと序盤から本命のマダイをキャッチです。ピコピコピーン。序盤から本命のマダイをキャッチして船の上の空気も一気に明るくなってきました。大磯方面に移動し、定置網付近のポイントに移動しました。しかも魚探を見ると反応はまだまだとても良好。そこの近くにも中層にもしっかりと魚の気配があります。これはまだチャンスが続きそうです。今いるポイントの水深はおよそ40メートル。コマセカゴとカメラはゆっくりと海底へ落ちていきます。水面の明るさが少しずつ遠くなって青い世界の中に海の底の輪郭が見えてきました。やがて映ってきたのはゴツゴツとした海底。そしてその近くをゆったりと泳ぐ大きな魚影。これはコブダイです。堂々とした姿でゆっくりと海底付近を動いています。海の中ではこういう一匹の存在感がとても強く見えます。そしてさらに映像をよく見ると群れの中にはアジの姿も。細長い体が光を反射して何匹もまとまって泳いでいます。コマセに寄せられているのか、もともとこの辺りに群れているのか、海の中ではいろいろな動きが重なっているようです。上から見ているだけでは想像するしかなかった景色が今こうして目の前で映っている。それだけで今日このカメラを持ってきた意味があったような気がします。そして最後に思わぬ来客も映り込んでいました。細長い体で岩の近くからぬるっと姿を見せたのはウツボです。さらに周りを見ていくと海底には魚礁のような構造物も映り込んでいます。こういう場所には魚が集まりやすい、隠れる場所があり、
餌になる小さな生き物もいて、海の中の拠点みたいな役割をしているんですね。その魚礁の周りには小魚がたくさん、キラキラと向きを変えながら群れになって動いています。一匹ずつは小さくても、群れになると海の中の景色が一気に賑やかになります。こうして映像で見てみると、魚探に出ていた反応の正体が少しずつ立体的に見えてくるようです。海の中にはちゃんと魚がいる。しかも思っていた以上にたくさんの命が動いている。これは見ているだけでもかなり興奮するピコ。ピコピコピーン。もう一度インスタ360を投入してみることにしました。そしていました。海底についてすぐにウツボを発見です。どうやらウツボも急に近くまでやってきたカメラにちょっと驚いているみたいです。何これ、なんでこんな近くにいるの？そんな風に言いたげなあの独特の表情。海の中の生き物って見れば見るほどちゃんと個性があるんですね。ピコピコピーン。そしてここで今日から新しく仲間に加わったコブダイくんにも登場してもらいましょう。僕はコブダイくん。海底の見回りと岩場のパトロールが得意だブイ。今日はたまたま通りかかったらなんだか楽しそうなカメラが来てたブイ。これからも海の中であったらよろしくお願いするブイ。コブダイくん、自己紹介ありがとうピコ。海の中にもこうして勝手に親しみが湧いてくる仲間ができると水中動画がますます楽しくなります。ピコピコピーン。ここで僕たちはもう一度最初のポイントへ戻ってきました。今度の狙いは味。マダイとはまた違う群れの気配と手返しの良さが楽しいターゲットです。水深はおよそ50メートル。さっきよりも少し深い分、仕掛けを落としていく時間にも海の中へ入っていく感じがしっかりあります。コマセを効かせながら仕掛けをなじませて反応のある層を探っていく。魚探には今日もいい反応が出ています。そこから少し上、中層にもチラチラと魚の気配。これは味がいてもおかしくない雰囲気です。海の上は相変わらず曇り空。でもその分光が柔らかくて水面もどこか落ち着いて見えます。こういう日は海の気配に集中しやすいピコ。仕掛けを入れて待って、少し誘ってまたなじませる。その繰り返しの中で竿先にふっと生命感のある反応が出ます。来たかもしれない。そう思った次の瞬間、ぐぐっと重みが乗りました。マダイの三段引きとは違う。でも確かな手応え。これは味っぽいピコ。慎重に巻いていくと海の中から銀色の魚体が近づいてきます。しかも見えてきたその姿は思っていたよりずっと大きい。なんと釣れたのは36センチの大身です。これは嬉しい。ただの味じゃありません。しっかり太さもあって存在感のある一匹。このサイズになると引きも一味違います。ピコピコピーン。水面へ上がってくる瞬間もしっかり撮影。海の中からすっと浮かび上がってきて最後にキラッと体を光らせるあの瞬間、釣りの映像としてもかなり気持ちのいい場面です。海の上で魚をかける感覚と水面に姿が見えた瞬間の高まり。やっぱりこの流れは何度味わっても特別です。しかも今日はただ釣れたで終わりません。
海の中がどうなっているのか、魚探に映っている反応の正体は何なのか、そこも気になるところです。ということで、後半は再び水中動画の撮影に挑戦です。ピコピコピーン。青い世界の中をカメラが沈んでいく。水深50メートルの海は上から見るよりもずっと表情が豊かです。やがて映ってきたのは海底の起伏とその近くを動く魚影。魚探に出ていた反応の正体をここで確かめたいピコ。すると映像に現れたのはあの厄介者、サバフグです。なるほど、この反応はサバフグだったピコ。確かに数がいれば魚探にもそれらしく映ります。そんな魚がしっかり水中で確認できました。ピコピコピーン。釣りの時間をたっぷり楽しんだら帰る前に大切な作業があります。それが釣れた魚をきちんと締めること。今日はアジとマダイ、どちらも美味しくいただくためにここで丁寧に処理していきます。魚は釣れた後すぐの処置で鮮度や味わいが大きく変わってきます。だからこそ最後まで気を抜かずしっかり向き合っていくピコ。まずはナイフを使って脳締めをしていきます。魚が暴れすぎないように落ち着いて狙った場所へ。この一手間で魚への負担を減らしながら実の状態も整えていきます。釣れた後の扱いまで含めて釣りの大事な時間なんですね。特にマダイは今日の本命、序盤からしっかり顔を見せてくれた嬉しい一匹です。そして味も見事なサイズで食べるのが楽しみな魚。この後どんな料理になるのかを想像しながら帰る前の準備を進めていきます。ピコピコピーン。魚を釣って海の中を見て最後は美味しくいただく。今日のミッションは少しずつ綺麗につながってきました。帰港前のこの時間も一日の締めくくりとしてとても大切です。海の恵みに感謝しながら味とマダイをしっかり整えてこの後の調理編へつなげていきます。ピコピコピーン。ここからは釣ってきたマダイを丁寧にさばいてあら汁まで作っていきます。まず最初はヒレをハサミで切っていきます。調理しやすくするための大事な一手間です。ヒレを整えたらピコピコピーン。次は鱗取り。マダイの鱗は細かくてしっかりついているのでここも丁寧に進めます。鱗が取れたらエラをカットしていきます。エラの部分は魚の匂いが残りやすい場所。あら汁に使う時もこの処理が大切になります。不要な部分をきちんと外してすっきり整えていきます。ピコピコピーン。そして次は頭を落とします。ここからいよいよ三枚おろしの工程へ。包丁を入れる位置を見ながらまずは頭の後ろに切れ目を入れて反対側からも同じように背骨の位置を感じながら無理に力を入れすぎず丁寧に進めていきます。頭が落ちたら今度は身を3枚におろします。中骨に沿って包丁を入れて片身ずつゆっくり外していく。マダイは身が綺麗で包丁がスッと入っていく感じも気持ちがいいピコ。でも綺麗におろすためにはやっぱり焦らないこと。骨に身を残しすぎないように、それでいて無理に削りすぎないように包丁の角度を意識しながら丁寧に進めていきます。ピコピコピーン。こうして3枚におろしたらお刺身や切り身にする身とあら汁に使うアラに分けていきます。ここからはあら汁作りの大事な工程です。美味しいあら汁を作るには臭みを取る工程を手を抜かないことがポイント。ここを丁寧にやるかどうかで仕上がりが大きく変わってきます。ピコピコピーン。まずアラの部分に塩を振ります。全体にまんべんなく振って余分な水分を抜いていきます。そのまま1時間ほど冷蔵庫へ。しばらくすると表面から水分が出てきます。この工程で魚の生臭さの元になる成分も一緒に外へ出していくイメージです。
コピコピーン。時間が経ったら冷蔵庫から取り出して出てきた水分をきれいに洗い流します。ここも丁寧に。表面のぬめりや余分なものをしっかり落として次の工程へ進みます。続いて表を軽く茹でます。表面がさっと白くなるくらいまで短時間で火を通してすぐに氷水へ。急に冷やすことで余分な熱を止めながら表面についた汚れも落としやすくなります。ピコピコピーン。氷水に入れた後、血やぬめり、細かい汚れを一つずつ丁寧に洗っていきます。この元処理をしっかりやっておくと仕上がったあら汁がぐっと澄んだ味わいになるんです。霞みが出ないようにここは絶対に手を抜かないピコ。元処理ができたら次は薬味の準備。ネギを刻んでいきます。あら汁にいるネギは香りの大事な役目。マダイの旨味に優しい香りを重ねてくれます。鍋に入れるのは水と酒、それから生姜、そして刻んだネギ。ここに元処理を終えたマダイの表を入れて火にかけていきます。グツグツと煮立ってくると少しずつマダイの旨味が汁の中に広がっていきます。酒と生姜、ネギの香りも合わさってキッチンの空気が一気にごちそうの匂いに変わっていきます。アクが出てきたらここも丁寧に取りながら静かに煮ていきます。ピコピコピーン。そして最後に味噌を溶けば完成。マダイの旨味がしっかり出た優しくて深い味わいのあら汁の出来上がりです。釣って終わりじゃない。こうして最後まできちんと向き合って美味しく食べるところまでが今日の大切な時間。マダイを3枚におろしてアラまで余すことなくいただく海の恵みをしっかり味わっていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日のミッションも無事にコンプリートできました。それでは次の動画でお会いしましょう。僕の名前はピコです。チャンネル登録よろしくピコ。ピコピコ。